お元気ですか？スタジオ羽根です。今回は水彩画、にじみ、ハードエッジ、含み、塗り重ね。これらは基本的な水彩画独特の表現方法ですね。それをおさらいを一緒にできたらなと思います。せっかくなので、ホルベインさん、ウォーターフォード、皆さん大好き、ホワイトアイビス10名、そしてホワイトアイビスの細め。この3つを使って用紙、画用紙とそれぞれの反応一緒に見ていきながら、これからの作業にお役立ていただけたらなと思います。今回だったらウォーターフォードの胸を借りてホワイトアイビス10名細めがどのような戦いをするのか見ていきたいところですね。まずはちょっとハードエッジを作っていきたいなと思います。ハードエッジを作るときに水の境界線、水の塗っている場所と塗っていない乾燥している場所とのその境界線に、絵の具のたまりができる現象のことを言います。なので塗る範囲をまず指定した上で、その中心真ん中あたりにですね、どんどん水を置いておくとハードエッジが作りやすいので、その要領で作っていきます。で、同じく今ウォーターフォード中したので、次ホワイトアイビスの中にも同じく行っていって、細めにも同じように扱っていきます。ウォーターフォードアイビス中の方は似たような感じなんですけれども、細めの方はですね、なんか乾燥が早いというか、塗った感じがですね、やはり乗っているっていう感じですね。紙の上に絵の具が乗ったっていう感じで、浸透力をあまり感じなかったですね。なので水もなかなか吸い込んでいかない感じでした。で、同じくこの3つに、今度は逆に水打ちをして、その上に絵の具を乗せていこうかと思います。これはさっきと違って、絵の具を乗せていない水打ちでその範囲、ハードエッジ範囲を指定して、そこに絵の具を乗せていくやり方です。最初はその絵の具を乗せた状態で行いましたが、次はその最初無最初色のないただの水を乗せたパターンで行いました。引き続きにじみの方も実験できたらなと思います。今度はにじみですね。顔の部分とか色がね、影と光の当たっているところ、そして肌色とちょっと赤らんでいる場所、おでこのところの色とかをですね、ちょん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 とどんどん乗せていきます。にじんで、そして含んでいってもらう。にじみと含み両方の力をですね、画用紙の力を試していきます。ウォーターフォードはやはりコットンがとても効いているので、どんどん吸収していってくれますね。今麦わら帽子のところ削り入れてみました。画用紙の強度ですね。サイジングを外して、削ってその中に絵の具を入れるってかなりむちゃくちゃなことしますが、ウォーターフォード耐えてくれるので、ちゃんと削りのところに絵の具が浸透しましたね。で、どんどん塗り重ねていきます。乾く前にのせていって、乾くとその境界線ができてしまって、あまりにその分量絵の具が多いと望まないところにハードエッジが生まれてしまったりいたしますので、筆につける水の量ボトッとしてしまわないように、そこら辺だけ調整しながらどんどん塗り重ねていっております。画面の中で絵の方はアウトライン、現実の
人物像に近しい感じに、して、色もある程度合わせて塗っていこうかなというところですね。小さい画面なので、よほどリアルにとかは目指さずにですね。で、周りもなんかこう想像してこんな感じかなっていう色をのせていってます。自然の中っていう感じで、できればなと思います。絵としては黄色い麦わらと赤い帽子のリボン、そして青い服みたいなのが目立つ、そういう女性像になればいいのかなと思って塗ってってます。含み、やはり間違いないですね。さらに塗り重ねていってます。顔とか塗り重ねていっても下地の色がやはり剥がれないですね。そして奥に浸透させた上にのせる色というのがですね、奥と手前に分かれてる気がして立体的になった気がします。さあ次はホワイトアイビス中ですね。さっきのウォーターフォードのように同じく色を塗り重ねていってちょんちょんと含みを行っていってもらおうかなと思っています。でその際に、さっきのように先に入れた色と後でのせた色の前後感ですね。紙の奥に入った色か、紙の上に乗っかった色かっていうその層がですね、どこまで現れるか。これがですね、似たような中面の特徴になると思うんです。やはり、あとはコットンとね、コットンじゃないパルプの部分の量ですね、分量みたいなものとかでね、変わってくるのかなと思います。もちろん値段も違いますね。ある種子、なかなか使うの皆さん度胸がいるかと思うので、最初に行ったウォーターフォードとかはね、皆さんよく使われるかなと思います。このホワイトアイビスが同じような能力でいけば、コストパフォーマンスいいんじゃないでしょうかね。ウォーターフォードを用意して、それの練習作としてホワイトアイビスで練習して本番に備えるというのも一つになるかなと思います。塗った感じいいですね。ちゃんと滲んでくれますし、含みも良かったです。で若干その最終的な層ですね、層になる部分としては少しウォーターフォードの方が層としては厚い感じが、手前と奥感が出るのかなとは思いましたけれども、自分の気に入った色が画面上でにじましながら乗せていくことができたので、私からすると十分でした。十分とても優秀な紙でした。発色の方も同じくいい感じに乗せた色が目立ってくれましたので、発色に関してはウォーターフォードに並ぶものかなと思います。で、同じく背景ですね。背景も同じような感じで、でもさすがに2枚目になってきましたので、少し横の絵を意識しながら似たように描かなきゃと思いながら描いてますが、表情がねだいぶ変わりましたね。目の向きもちょっと変わっちゃいましたけれどもね、許していただけたらいいかなと思います。ホワイトアイビス中似てるでしょ、発色。似てるかなと思います。使っている色は同じく、三原色を中心に、基本色に5つぐらいの色を足した分ぐらいで混色で出していってますので、僕の技術的な問題かもしれないですけれども、似たような感じで、発色してるかなと思います。さあ、ホワイトアイビスの細め。これはですね、もう細めになってくると、なんかペン画とか、あと少しフラットな画面で、
絵を見せたいなっていう時に使うので、まあちょっと人物に、あまり人物に使うこともないのかなと思いましたが、実際に一回試してみたいなと思います。で、この実験で何が得れるかというと、やはりね、乾き早いというか、紙の上に乗っかった色が、浸透したり上に乗っかったまんまであったり、するのはやはり、そこまで含まないっていうところなんですよね。含まないので、紙の表面上での処理を行っていってるんです。なので、ある程度速度を出して描いていかないと、色ムラというか、変な塗り重ね跡みたいなのが残っていってしまいますので、注意かなと思います。まあ、ただし、とはいえ、ある程度、こう、ぐずぐずと紙の上を筆でぐずぐずとするとですね、色は混じってくれるので、奥まで浸透しきれてない色が上に乗っかっといてくれるので、とはいえなんですけれども、やはりちょっとある程度速度を出して描けれる方には、同じような描き方できるのかなとは思います。ただし、画面がですね、やっぱり凹凸がなく、細い、もうフラットな画面なので、ペタッとした絵ができるんですね。で、目鼻口がキリッとしますね、やはり。もっと書き込めば書き込むほど変わるとは思うんですけれども、まあ大体僕1時間ぐらいの作業中にこの3枚を、作っていきますから、1層2層ぐらいで顔も仕上げちゃってますけれども、これがね、またちょっと差が出て面白いところかなと思いました。あと隣の絵がね、3枚目ともなると誤差がすごく出てきたので、バランス取りながら、仕上げに向けて描いているというところですね。フラットです。かなりフラットに出来上がってますね。そう。あとは、この細めの紙、他の紙もいろんなメーカーさんのあると思うんですけれども、僕はこのホワイトアイビス、水彩もできて、まあ、フラットなので、ここにペンの仕事を入れたらとてもいいかなと思いました。ペンがプラス着彩でフラットな感じ目指すんであれば、ホワイトアイビスの細めいいかなと思います。スケッチに行って使うのもありですね。中目とは違った、表現ができますので、おすすめですよ。はい、できました。結果、このような形になりました。ウォーターフォードの方、これを基準に考えていきましょうか。ウォーターフォードの中面、まず、滲みの方。まあ、含みも同じくなんですけれども、画面の上にですね、水を含ませて、そして、隣接する色がじわっと混ざったりとかする作用ですね。そちらの方、同じくホワイトアイビス中でも行うことができました。塗った感じの乾く速度も同じように思いました。若干ホワイトアイビスの方が早いかなとも思いました。浸透する速度ですね。で、ホワイトアイビスの細めの方なんですけれども、こちらの方は目が細かくなっているので、塗ったら結構早めに乾いていく感じがします。そして、滲みの方もですね、思いのほかできました。で、どれもこれも、速度によると思うんですけれども、さっさと塗っていく分には問題ないように思いました。若干少しでも遅れてしまったら、ハードエッジになってしまうのがやはり細めですね。で、そのハードエッジなんですけれども、ここが一番わかりやすくしました。絵の具と水、それの
塗り終わりの部分ですね。終わりの部分にブワーっと寄っていくように、わざと絵の具が中心からブワーっと寄っていって端に定着するようにやってみました。ほぼほぼ同じく現象を起こすことができました。で、細めの方でもね、しっかりとできましたので、びっくりしました。これとの違いとしては、目の髪のザラザラ感、ボコボコ感によってこんな見た目の差が生まれました。含みに関しても、滲みに近しいところなんですけれども、こちらとこちらは似たようなもので、こちらの方はやはり含みがちょっと難しかったように思います。なので、顔を塗るときにちょんちょんちょん、ちょんちょんちょんと絵の具塗っていきましたね。ちょんちょんと絵の具を置いていって含ませていくんですけれども、その含ませがあまり効かないのがやっぱり細め。で、ホワイトアイビス中とウォーターフォード、ほぼほぼ一緒なんですけれども、これも若干、なんとなく感じたのは、ホワイトアイビスの方が、浸透しきれない感じかな。ちょっとだけですよ。ほんのちょっとだけ、浸透しきれない感じを感じました。それによって、塗り重ねの方ですね。やはり細めの方ってね、塗り重ねが、できるんですけれども、下地の絵の具を削いでしまうような感じがありました。こちらとこちら同じく塗り重ねること、どんどんできる感じがします。やはり、ウォーターフォードの方が含みに関しても塗り重ねに関しても融通は効きやすいのかなと思いますが、全然引け取らないのかなと思います。ウォーターフォード、手数入れていく場合はもういいかなと思うんですけれども、練習とか、または作品表現において、見てください。こちらの削りの方ですね。削りの方も同じく効果ができるので、ホワイトアイビスの中目ありかなと思いました。発色もいいかなと思います。そしてホワイトアイビスの中目とホワイトアイビスの細めなんですけれども、見た感じの印象だいぶ違いますね。やはり画用紙の凹凸感でシャープに映ってくれます。人物描くときにこちらとこちらどっちがお好みかというところにもなるかなと思いますが、私は早く筆を動かしたりするのができる人であれば細めもおすすめかなと思います。ウォーターフォード中目の胸を借りてホワイトアイビス中、ホワイトアイビス細めチャレンジしてみましたが、どちらとも結構コントロールできたと思います。発色面でもあまり変化がないのかなと思いますが、やっぱりウォーターフォードの方が若干発色いいように思います。ウォーターフォード、ホワイトアイビス中、書き方にもよるかもしれませんが、同じような表現ができるかなと思います。塗りやすかった。ものすごく。そして、細めなんですけれど、他の紙の細めと比べても、水彩もできるし、ペンもできるしっていうところで、細めだったらホワイトアイビス細め一択かなとも今思えてます。使いやすかったです、本当に。思ったより。花とかのぼやっとした感じ。グラデーションですね。滲みですか。もう速度は速くしなきゃいけないけど、これだけ出るんだったら十分ですね。という感じです。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん試してみてください。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。絵を描くのが好きだけど近くに教室がない、さらなる学びを生活に取り入れたい方はメンバーシップ羽サンガがおすすめです。月の第1週目に行うみんなで面白チャレンジでは、私に描いてほしい絵にならないような無茶な写真を募集し、ライブで挑戦いたします。第2、第3週は人物、風景のデモンストレーション動画。こちらの方、奈良にある羽絵画教室の特別授業をライブ配信しております。第4週には羽さんが雑談&作品合評会を行い、書かれた作品を合評いたします。
皆様のアートライフにぜひご活用ください。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は、再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。しっぽ